回の産業まとめ。米国商務省のファーウェイ制裁。半導体のみならずディスプレイも。商務省へ輸出許可申請中。米国商務省が9月15日から中国企業ファーウェイへの半導体供給を行わないとする制裁が開始されます。韓国企業のサムスン電子や SK ハイニックスはこれに従うものとみられていて、ファーウェイへの打撃は深刻なものになると思われます。この制裁は半導体関連に限らず、ディスプレイ製品にも及んでいて、サムスンディスプレイと LG ディスプレイもファーウェイへの製品供給を停止すると伝えられています。これは、ディスプレイパネルの駆動チップが制裁対象となっているため、ディスプレイパネルの供給も停止するということのようです。半導体に関しては、SK ハイニックスの売上高の 11.4% がファーウェイ向けであり、業績に大きな影響を与えるとされています。サムスン電子は全体の 3.2% にとどまりますが、それでも7兆3700億ウォン、約6000億円にも上るとされていて、打撃は小さくありません。今回の制裁はファーウェイのみということなので、他の中国スマートフォン企業への販売量を増やすことで穴埋めするものと見られています。今回の制裁は事前承認なしに供給ができなくなるというものなので、サムスン電子と SK ハイニックスは早速輸出許可を申請したと報じられています。米国企業マイクロンも同様の輸出許可を申請していて、これらがどう処理されるか注目が集まっています。編集書簡。今回の概要。仕方なくの姿勢。したたかに反射利益を得る。サムスンにとっては悪くない。韓国政府が中国に対して曖昧な態度を取り続けようと、ファーウェイ制裁には加担せざるを得ないということが改めて分かりました。この決定に韓国政府がどの程度関与しているかはちょっと分かりません。ただ、少なくとも米国政府の要求を跳ねのけることはしなかったようですね。できなかっただけなのかも。各企業は米国との取引も大きいので、ファーウェイ一社と比較すれば、従うほか選択肢はないということでしょう。サムスン電子と SK ハイニックスは輸出許可を申請しましたが、おそらく通らないでしょうね。米マイクロンも。当然こんなものは却下されると分かっているわけですが、ファーウェイに姿勢を見せているということでしょうね。不本意ながら商品を供給できないけど、できるように努力してるんですよ。ということです。いつものパターンですが、こういう姿勢を見せることが中国に対しては必要かつ重要ですね。大体全く理解はしてもらえないわけですけど、韓国としてはファーウェイへの供給停止は悪いことばかりではなく、反射利益を得られると思います。SK ハイニックスにとっては災難でしかないようですが、サムスン電子にとっては別の一面が大きくあります。先日は米国の通信会社ベライゾンがサムスン電子の 5G 機器を採用するとニュースになりました。さらにファーウェイへのスマートフォン部品供給停止でスマートフォン販売にも追加で大きな打撃を与えることになるでしょう。ギャラクシーの新製品、ノートや折りたたみ式などを売り出したいサムスン電子としては好都合というわけです。韓国は幸運にも米国が脅威であるとして敵視してきた日本や中国が叩かれるたびにこうしたおこぼれ的な反射利益を得て育ってきたわけです。まさに出ない杭は打たれないというところですね。日本は当時、多くの米国アナリストたちが、国が買われてしまう、という完全に誤った脅威論を唱えたためボコボコにされてしまいました。今や日本脅威論がそのまま中国脅威論になったわけで、韓国はその陰で成長を続けてきたわけです。別に戦略的にそのポジションを取ったわけではないんですけどね。結果的には漁夫の利を得たということです。サムスンに関してはこの第3四半期も業績好調のようですね。背景にはファーウェイのスマートフォンの失墜もあるようです。世界1位を競っていたのにアップルにも抜かれて3位に転落ですからね。米国の制裁がそれだけ強い影響力があったということです。あわや1位陥落というところまで来ていたサムスンにとっては力強い後押しになったということです。この調子でいくと、ファーウェイは来年さらにシェアを落とすことになるため、スマートフォン事業から撤退するのではという見方も出てきているようです。おそらく韓国企業は今後も米国にとって脅威と呼ばれるレベルに達することなく、したたかに生きていくのでしょうね。これってアメリカっていうよりトランプさんがやってるんですよね。そうですね。かつてからトランプ大統領の政治スキームは80年代の日本脅威論に基づいていると言われていましたが、その考えが中国に向かっただけですね。ヒラリーさんになっていたらこうはならなかったですかね。
どうだろうね。中国脅威論自体は以前からありましたが、多分ここまではならなかったと思う。むしろ中国の増長を許したかもしれませんね。じゃあトランプさんは有能ってこと？もともとは的外れな考えから始まったんですけど、結果的にそれなりの意味は持ち始めていると思います。まぐれあたりってことですか？正直なところここまで派手なことになるとは思ってもみなかったですからね。貿易摩擦もこのまま収束していくかと思いましたけど。コロナは関係あります？あるでしょうね。だってお互いが米軍陰謀論とか中国陰謀論を唱え始めましたからね。ああ、そんなのありましたね。すっかり忘れてました。私も忘れていましたよ。トランプ大統領も自らの姿勢を全部中国のせいにしようとして関係が余計に悪化しましたね。ということは、アメリカでそれほど感染が広がらなかったらこんなにならなかったかもってことですよね。そうかもね。でも南シナ海やインド洋のこともあるからね。もしかしたらと言い始めるとわけがわからなくなります。あれ？ところで何の話だっけ？製品供給禁止の話。大して影響ないんでしょ？全体としてはね。ただファーウェイとしては大変な大打撃だけど。でも他の会社は関係ないんでしょ？そうですね。でもトップ企業を強烈にくじいたので満足はしているんじゃないですかね。トランプ大統領としては。そんなのでいいんだ。まあ、人ができなかったことをやって、選挙で勝てれば何でもいいんだと思うんだけど。わかります。自分はすごいって言いたいんですよね。そうそう、それだけ。関連企業はとんだとばっちりですね。問題はバイデン氏も同じ路線に進まざるを得なくなったことですね。手を緩めたら批判されるでしょうね。どうせなら他の企業にも輸出しなければいいのに。一気にやると反発が強くなりすぎるから。じゃあそのうち拡大することもありますか？それはないかもね。喧嘩を止める道筋は捨てずに圧迫を続けると思います。ファーウェイは滅びますかね？滅ぶかもしれないね。かなりのダメージだと思います。いいことなのかな？トランプ大統領としては大きな成果なのかもね。ゆるりんとしては？面白い結果だけど、米国のやり方は気に食わないですね。ああ、いつもの話ね。へへ、進化しましたよ、私。何が？この前出張で新幹線に乗りました。どうだった？ガラガラ？すっごいガラガラ。行きは5人くらいしかいなかった。まだそうなんだ。JR も大変ですね。今は新幹線もピッてやって乗れるんですよ。そうなの？スマート EX って言って、予約も簡単にできるの。へえ、私がこの前行った時は緑の窓口で切符買ったけど。私もコロナ前に出張に行った時はそうでしたけどね。今回が初めてだったんです。ドキドキした？失敗したらどうしようとかって。やっぱりね。前に出張に行った時に、仕事が終わって駅で帰りのチケット取ろうとしたら、男性の後輩同僚は、僕はもうチケット買ったんで帰りますってさっと帰ったんですよ。置いていかれたの？そう。その時に使っていたのがスマート EX っていうので、ちょっともごもごやってる間にスマホでチケットを取っていたんですよ。あれか、時代に乗り遅れますよって CM の。そうなんです。私はその時緑の窓口で買ったので一本後のに乗る羽目になって、すっごく悔しい思いをしました。その時それを使えばよかったんじゃないの？登録がめんどくさかった。なんかスイカ番号とか必要だったし、コーヒーのんびり飲めたからいいんだ。そうなんだ。私も今度出張に行く時はそれにしようと。どうせどこかしらの会社がお金払うし。ところでそれって安いの？ちょっとだけ。でも23区内とか到着先の市内とかのローカル路線はお金いるからお得感はないかも。そうなんだ。まあプライベートで行く時は使えないかもね。そういうことみたいです。それにしても世の中すごいね。